はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日もリクエストに答えていきたいと思います。今日のリクエストは、こちらです。家族のことを何て呼びますか？はい。日本語でね、家族のことを何て呼ぶのか教えてくださいというリクエストです。こちらリクエストありがとうございます。家族のことって何て呼ぶかって結構国によって違うと思うんだけど、日本は結構家族とか、性別とか、シチュエーションによって変わってくるので、ややこしいんですよ。なので今日は一般的な家族の呼び方について説明していきたいと思います。はい。まずですね、どうやって説明しようかなと思ったんですけど、まず女性男性で分けます。はい。女性が家族のことを何て呼ぶのか。だから私みたいな女性が家族のことを何て呼ぶのか。まずこちらを説明していきたいと思います。女性が呼ぶ場合、これは家族の中で呼ぶとか、友達に対しての言い方ですね。はい。これはですね、父、母がいますよね。父、母のことは、ほとんどの人は最近はママ、パパと言います。ママ、パパ。多いと思う。本当に最近はママ、パパが多い気がする。私もママですね。お父さんのことを、パパのことはパパって呼ばなくてニックネームで呼ぶんだけど、これはね、うちの家が、例外です。はい。で、お父さんお母さんって呼ぶ人ももちろんいます。はい。もちろんいるけど、ママパパが最近は主流なのかなと思います。はい。お父さんお母さん。それか、おをなくして父さん母さん。女性はね。そう。だから友達に自分の両親のこと話すときに、うちのママがね、とか、うちのお父さんがね、とか、うちの母さんがね、っていう人が多いと思います。はい。友達にも家族にも同じ呼び方。次。祖父、祖母。だから、おじいちゃんおばあちゃんですね。これも、おばあちゃん、おじいちゃんって呼ぶ人が圧倒的に多いです。はい。おじいちゃん、おばあちゃんですね。はい。なぜかね、うちの家普通じゃなくて全然、うちの家はおじいさん、おばあさんって呼んでたんですけど、さんで呼ぶ人はほとんどいないと思うから、だいたいおじいちゃん、おばあちゃんとか、じいちゃん、ばあちゃんとか、じじばばって呼ぶ人もいますね。じじばば。はい。じじがとか、ばばがとか。ばばとばばは全然違います。じじいとじじも違います。なんか、ばばって言うとちょっと可愛い感じ。ばばがねとか、じじがねって可愛いけど、ばばになるとなんかだいぶ悪口っぽいですね。ばばがって言ったらもう絶対ダメですね。汚い言葉ですね。ばばじじいはね。そう。で、次が問題なのが、兄弟の呼び方。兄と姉。まず兄と姉。上ですね。自分より上の兄弟を呼ぶときは、お兄ちゃん、お姉ちゃん。お兄ちゃん、お姉ちゃん。はい。それから兄ちゃん、姉ちゃん。をなくすタイプですね。兄ちゃん、姉ちゃん。がほとんどじゃないかなと思います。で、自分より下の兄弟を呼ぶ場合は、弟、妹とは呼びません。名前で呼びます。ほとんどの人が名前で呼びます。てか、自分の下の兄弟を、おい弟、おい妹って呼んでる人は、見たことないですね。名前で呼ぶ。上だけですね。お兄ちゃん、お姉ちゃんって呼ぶ。で、私の家は本当に例外なの。本当に例外なんですけど、私、兄が2人いるんですけど、普通はお兄ちゃん、お兄ちゃんのはずなんですけど、名前で呼んでます。でもあんまりない。自分より上の兄弟のことを名前で呼ぶっていうのは。なぜかうちはみんな名前で呼ぶんだよね。知らんけど。で、女性は子供の時に呼んでる、そのお父さんお母さんとかお兄ちゃんお姉ちゃんっていうその呼び方は大人になっても変わらないです。なので私も子供の時からママはママだし、今もママはママ。うちのママがとか、ママはママって言いますね。変わらないです。次、男性ですね。男性が家族のことを呼ぶときに結構変わることが多いんですよ。で、例えば子供の時、男性が子供の時は女性と一緒です。
ママ、パパ。お母さん、お父さん。母ちゃん、父ちゃん。ですね。うん。なんだけど、男性の場合、思春期になった時。思春期っていうのは、まあ大体15歳から18歳、19歳の、まあ、高校生ぐらいのちょっと難しい年齢の時期ですね。になると、ママ、パパとかお父さん、お母さんって呼ぶのが結構恥ずかしいって感じる人が多いんですよ。ママ、パパっていうと、男性がね、すごいマザコン、ファザコンのイメージが強い。なんかマザコンっていうのはお母さん大好きで、もうお母さんお母さんっていう感じの人。そう。マザコン、ファザコンっぽい感じがするから、大人の男の人がママパパって言ってるのはマジで言わない方がいいんですよ。日本人がママパパっていうのを友達とかに言ってると結構やばいかもしれない。やめた方がいいですね。はい。彼女とかできなさそう、できないレベルで、やめた方がいい呼び方なんですよね。なので大体その思春期ぐらいに呼び方を変えるんですよ。そう。まあ、父さん母さんは大丈夫。でも、お母さんお父さんもちょっと恥ずかしいと思う人いると思う。父さん母さん、まあ、それか、おふくろ、親父って呼ぶ人、になる。うん。でも、おふくろ親父は最近減ってるのかなと思います。昔の方が多かったけど、最近は父さん母さんが多いんじゃないかなと思います。そう。だから、うちの兄とかも小さい時はママって呼んでたんですけど、最近はママって呼んでないね。多分恥ずかしいんだと思う。そうそうそう。だからなんかお母さんとか、ねえとか、名前を呼ばない。ねえねえとか、そういう感じで呼びますね。はい。なので大人になると、父さん母さんとか、おふくろ、親父が多いんじゃないかなと思います。はい。これはね、お父さんお母さんだけではなくて、兄弟にも同じです。なので、男性は子供の時に、兄のことをお兄ちゃん、兄ちゃん、姉のことをお姉ちゃんとか姉ちゃんって呼んでたんですけど、まあ、思春期ぐらいになると、これもやっぱり恥ずかしいっていう気持ちが出てきて、兄貴とか、姉貴って言ったりする人が増えてきます。まあ、兄ちゃん姉ちゃんが多いかな、一番は。そう。で、次にまあ、兄貴、姉貴とか言ったりするから、うん。聞いたことあるでしょ、兄貴とか。兄貴っつって。うん。よく聞いたことあると思うんですけど、これ、なんかドラマとかアニメとかだと、本当のお兄ちゃんに使うんじゃなくて、自分の先輩とかに、兄貴、兄貴待ってくれよみたいな感じで、もう誰って感じなんですけど、使うと思うんですけど、本当は自分のお兄ちゃんに使う言葉ですね。兄貴。うん。かな。まあ、あとは女性と一緒で、弟、妹のことは大体名前で呼びます。はい。で、おじいちゃんおばあちゃんのことはおじいちゃんおばあちゃんであんま変わらないんですよ。おじいちゃんおばあちゃんは、恥ずかしいとかあんまり多分みんななくて、おじいちゃんおばあちゃんですね。はい。そんな感じで、やっぱ女性と男性でかなり変わってくるんですよね。うん。まあ、特に男性が変わるんですけど。で、これは、自分の家族の中の呼び方とか、友達に対して、友達と話すときに使う感じ。うちのお袋がとか、うちの母さんがとか、うちの親父がとか言ったりするんですけど、まあ、会社、まあ、社会に出て会社の人たちと話すとか、まあ、もうちょっとオフィシャルな場、知らない人とかと話すときは、お母さんとかママとかは使わないですね。だいたいうちの母がとか、父がって言ったりしますね。うん。うちの母が、うちの父が。で、お兄ちゃんとかの場合だと、うちの兄が、うちの姉が。はい。弟妹の場合も、名前で呼んでも誰って感じだから、うちの弟が、うちの妹が。言ったりしますね。で、おじいちゃんおばあちゃんも、うちのおじいちゃんがとは言わないですね。祖父がとか、祖母がって言いますね。うん。なので、まあ、内と外ってよく日本では言いますけど、その内、家族の中、まあ、あるいは友達の場合と、外に出た時の呼び方はまた違うっていうことですね。はい。いかがですかね。ちょっと難しいよね。うん。まあ、最近ね、とあるアニメで、まあ、とある、なんとかファミリーというアニメで、アーニャちゃんというね、キャラクターが、父、母って言ってましたけど、
自分の両親のことを父母と呼ぶ人は、ほぼいないです。私一人だけ会ったことあるんだけど、自分の両親のこと父母って呼んでる人が、ちょっと普通じゃないです。はい、普通じゃないです。あとはなんかクレヨンしんちゃんとか見たことある人いると思うんですけど、しんちゃんがお母さんのことをミサエって呼ぶでしょ、名前で。あれもないですね。ほとんどないですね。自分の親のことを名前で呼ぶこともほとんどないけど、たまにいるかなぐらいの感じです。はい。いかがでしたでしょうか。女性と男性で呼び方が違う。そして男性の場合は年齢で呼び方が変わってくるっていうのは結構めんどくさいので、皆さん覚えておいておいた方がいいかなと思います。はい。そんな感じで今日は家族の呼び方についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイト見てください。今日ちょっとはね複雑な説明になったので、ぜひトランスクリプトを見たりYouTube の方でビデオポッドキャストを見たりして確認してみてください。はい。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお待ちしております。あと Patreon こちらのメンバーも募集しております。Patreon では、ボーナスコンテンツでいろいろポッドキャストとか私のブログが読めたりしますので、ぜひ参加お待ちしております。はい。あと会話レッスンですね。私の会話レッスンと、シャドーイングコースのメンバーも募集しておりますので、ウェブサイトチェックしてみてください。はい。そんな感じであっという間に桜の季節が終わり、4月に入ります。はい。早すぎ。皆さんもう春の準備はできましたか？私はまだできてないんですけれども、春は勝手にやってくるので、皆さん頑張っていきましょうね。ということで、また次回。さようなら。